皆さんこんにちは、ときまるです。自分の中で考えがまとまりきってないので、今日もつらつらと話していきたいと思います。ラジオ感覚で聞いてください。ふざけてると思ってね。私はね、非常に孤独です、今。で、結構孤独について考えることがあるんですよ。それはもう前々から。で、一般的に孤独って言っても、いろんな種類の孤独があると思っていて、それを大きく分けると、いい孤独と悪い孤独っていうね。で、孤独には、いい側面もあれば悪い側面もあるっていうことも言えるかもしれない。で、やっぱりね、自由であるためには孤独でなければならないとか、そういう考え方もあるし、あとはそのものを作ったりとか、何かを自分で生み出すときには、結構孤独である必要がある。これは常々考えてます。で、今ね、特に常にその繋がっているような社会。誰とでも。でもそれは結局オンラインっていうか、インターネット上の繋がりみたいなもの。あるいは、個々人とのメッセージ。LINE とか、そういうメッセージツールを使っての繋がりみたいな。で、結局リアルではそんなに繋がっていないっていう人が多いと思うんですよね。で、東京なんか都会で暮らしていると、こんなにゴミゴミした中でね、暮らしていながら、誰一人ね、本当の知り合いっていうか、心を通じ合わせる人がいないとか、そういう人たくさんいるんじゃないかなって思います。で、最近この孤独について考えるようになったきっかけっていうのがあって、僕よくそのオフィスビルに入っているような社員食堂みたいなところに忍び込んでたまにご飯食べることがあるんですけど、いわゆるそのいろんな会社が入っているビルがあって、その中のワンフロアが食堂になってるみたいな。で、私はそこで働いてないのに、忍び込んでね、たまにランチを食べるんですけど、で、そこのね、お店がね、たまたま、結構一人席のテーブルみたいなものがないんですよ、ほとんど。で、結構、いわゆる団体というかな、4、5人ぐらい座れるようなテーブルがボーンとたくさん、フードコートみたいな感じで、広いスペースに作られてるんですけど、私がある日そこに入った時、そんなに広いテーブルでみんなそれぞれが一人でご飯食べてるんですよね。これ不思議だなって思ったし、で、おそらく多分昔は、そのお店が作られた当初は、もっとものすごいね、企業がそこに入っていて、そのビルに。で、その企業は、チームとか部署とかで、みんなで団体でね、4、5人で多分ご飯を来て、ご飯を食べてたんじゃないかなって思うんですよ。だからその名残が残っていて、テーブルは、そのままって感じ。でも、今最近はその一人でご飯食べる人が多いから、そういう一人用にカスタマイズされてないというかね、追いついてないような感じがするんですよ。で、それ見たときに、本当は、ご飯食べるときぐらい一人で食わせてくれよみたいな、そういう人ももちろんいると思うし、でも別に、だからといって、その会社とかの中でものすごく、コミットしてね、むちゃくちゃその人と近い関わりをやっている人って、そんなにいるのかなってことも考えたし、とにかく不思議な光景でしたね。たくさんね、団体用のテーブルがあるのに、みんなそこで一人でご飯食べてるって。だったらもうちょっと一人用の席を増やした方がいいのになとか、考えたりとか。で、自分の孤独さというのは、やっぱりその自由を求めていると孤独になるっていうのは多分あると思っていて、で、それは自分がやっぱりやりたいことに集中していくっていうこともあるし、
で、あと気をつけなければならないのは、そのミニマリズムとかミニマリストの人たちっていうのは、なんかね、その他者からの介入さえも、どんどんその断捨離、手放していく人って多いと思うんですよ。人からのその介入とかをどんどん切り捨てていって、そしてだんだんもう自分が孤独になっていくと。で、気づいた時には誰も友達がいなくなってるみたいなね。極端に行く人は、結構ね、そういう人がいたりします。だからミニマリストの方で、なんかものすごいその友達がいない人とかも多分いるだろうし、で、それはやっぱり気をつけなければならなくて、なぜならミニマリズムっていうことはやっぱりその人からの介入を排除すると、もう自分だけの世界になってしまうので、結局それは自分自身のナルシシズムを強めるだけなんですよね。で、それはね、ある程度、自分のことを考えるっていう上では仕方のないことだと思うんですけど、やっぱり他者がいて、で、ミラーリングみたいな感じで、他者がいるからこそ、その差みたいなものによって自分自身を自覚するっていうことがあると思うんですよね。だから本当にこの宇宙で自分一人だけだと、自分が何者かっていうもの、何者かっていうことすらわからない。そういう世界になっていく。だから他者がいて自分がいるっていうことなので、そこを切り捨てることは絶対にできないと。で、そういうふうに、でも何かを作るためにはやっぱり孤独でなければならないっていうのは確かにあると思っています。で、生まれてきてから、もちろんいろんな人の助けを借りて、人は成長していって育つわけですけど、結局、どんなに大家族の中で暮らしていても、やっぱり自分は常に一人の個体であるっていうことだと思うんですよ、そこは。でもやっぱり人間っていうのはその、集団で生活する生き物なので、あまりにもその一人だけの孤独みたいなものに多分耐えられないようにできてるんですよね。もう体とか脳の構造自体が。でも社会はますますそういう方向性に行こうとしている気がしていて、それはやっぱり効率化と資本主義の行き過ぎによって、なんていうかな、やっぱ人員削減みたいなとことか、で安い労働力で雇われて、で、その企業とか会社の上積みの人たちだけが儲かって、で、結局、そのなんていうか、普通に働いている人たちは全く成長しないっていう。だから安く雇えば雇うほど、国が全体的に貧しくなっていくっていう。でもその中に、その経済的な問題と、その孤独の問題っていうのが、結構近いところにある気がしていて、で、それは、やっぱそのジョブ型雇用とか、やっぱ今フリーランスで働く人がものすごく増えてる。で、昔は多分その会社みたいなものが一つのコミュニティ的な役割を担っていたと思うんですよね。そのいわゆる地域の村社会とか村とか町とかそういう小さな集団みたいなものの機能がどんどん薄れていって、で、核家族社会になって家族の構成員が少なくなって、で、そういうコミュニティ、地域とか村のコミュニティみたいなものがどんどんなくなっていった。でも、その代わり、日本がものすごく成長していったときに、企業が生まれて、で、あらゆる企業の中で人は、そのコミュニティの代替的なものをそこに求めるようになったと。だから会社が一つのコミュニティとして機能しているっていうのは、あるし、で、今でもそれは割とあるとは思います。だから、いわゆるその学校とかの延長で会社を捉えている人ってものすごく多くて、それは日本の学校教育の弊害っていうところもあるかもしれないけど、なんとなくその集団でいることによって、そこでその自分の集団的な欲求とか、
承認欲求とか、だいたい満たせるんですよね。だからそういう会社のコミュニティに依存しているって人ももちろんいると。ただ、さっき話したように、今、人材とか、もうそれではその日本社会が耐えられないようになっているんで、人も少なくなっているし、人口もどんどん減っているし、そうなると外からの労働力とか、あるいはその別に日本人じゃなくても、リモートで他の国の方々をアサインするとか、なんかそういう風になっていくと、ますます、その会社のコミュニティみたいなものにも耐えられなくなる。頼れなくなるっていうのかな。そうなってくると思うんですよね。で、特に、僕もそうですけど、その個人事業主っていう人たちは根本的に孤独だと思うんですよね。うん。僕はむしろ一人で仕事をするのが好きだし、で、一人で仕事をする方が集中できて、で、自分が好きなことできるので、やっぱり楽なんですよね。ただ、一方で、これまでやっぱずっとそのクリエイターっていうかカメラマンとして活動してきたので、割とね、その集団でものづくりするっていうことも好きなんですよ。で、そのなんか良さみたいなものも知ってるから、やっぱり撮影っていうのは、私がやっていたようなそのファッションとか、そういうものは、みんなそのスタジオに集まって、で、ディレクターがいて、で、モデルがいて、ヘアメイクさんがいて、スタイリストさんがいて、で、他のスタッフとかアシスタントとかがいて、で、なんかみんなで、なんかいいものを作り上げていこうみたいな、うん。なんか文化祭とかのなんか前夜祭みたいな感じかな。前夜祭がずっと続いてるみたいな。で、もちろん仕事だから、難しい部分とか厳しい部分はたくさんあるんだけど、やっぱりその集団で物を作っていくとかっていうのは、ものすごく充実感があるし、楽しいんですよね。で、やっぱそういうのがなくなっていく。もちろんそのある部分の仕事っていうのは残るとは思うんですけど、AI によってそのホワイトカラーがどんどんこれから淘汰されていく中で、ますますですね、なんかそのみんなで働くみたいな感じが、今後よりね、薄まっていくんじゃないかなって思うんですよ。で、そうなると、そこでやっぱりその孤独さみたいなものが問題として浮き彫りになってくるかもしれないし、で、すでに今ね、フリーで働いてたりとか個人事業主でやってる方で、孤独を感じている方、いると思うんですよね。で、これにはすぐには答えは出なくて、だから僕もこうやって、いろいろ考えて話をしてるんですけど、でもよく言われるのが、やっぱりその一つの場所だけに頼らない。それは自分が住む場所だけではなくて、自分が所属する場所。うん。所属をしないっていうことは、どこにでも動けるっていうことではあるんですよ。ただ、所属をした方が、その集団に深くコミットすることができるので、いわゆるその、純粋な孤独感みたいなものは薄れるかもしれないんですけど、でも、一つの社会とか一つの小さな集団に縛られると、それが今度ストレスになってきたりとか、逆に悪い方向に働くこともあるんですよね。だからやっぱり一つではなくて、様々な集団とかコミュニティの中で生活ができると。で、その会社という機能がもうコミュニティの機能を果たさなくなるような、これからの時代、あるいはもう今すでにね、始まっているような時代においては、また別の形の、なんかそういうコミュニティというか、そういうものが、ますます重要になってくるんじゃないかなって考えてます。うん、だから僕もね、無駄に、やっぱりコーワーキングスペースに行ったりとか、あとは、結構カフェに行ってね、お話をしたりとか、
なんかそういうやっぱりその地域に紐づいた活動、コミュニティ活動みたいなものもあるし、あとは本当にそのサードプレイスみたいな、この間旅してたような感じで、まあ今、南知多の方で農業をやってたりとか、長野のね、大滝村っていうところで、村の活動に参加させてもらったりとか、なんかそういうとこもまあ一つの自分のセカンドプレイス、サードプレイスみたいなところになっているし、で、もう一つは、ヨガコミュニティですね、自分の場合はね。うん。ヨガですね。やっぱヨガのコミュニティっていうのは、これもう本当に全世界であって、で、特に、まあ僕がやってるアシュタンガヨガっていうものも、まあインドのマイソールが本場ですけど、世界中で同じ練習をしている人たちがいると。で、大体日本のどの場所に行ってもアシュタンガのシャーラがあって、そこに行けば同じような活動、同じヨガをやっている人たちと練習ができると。で、またちょっとこれ話がややこしくなるので、あんまちょっと今回はヨガには触れないようにしたいと思うんですけど、やっぱりヨガ自体が、まあ、自分自身っていうものをどんどんなくしていくっていうところではあると思うんですよ。だから孤独に対する体制って言ったらちょっと違うかもしれないけど、自分の心は自分ではないっていう風な考え方が哲学の根本的なところにあるので、体と心っていうのは自分の純粋意識から眺めているものであって、で、肉体っていうのは朽ち果てて輪廻するっていう考え方。まあそれは仏教でも同じですけど。うん。だから、そうなってくるとね、孤独っていうものが、なんかそんなに意味をなさないっていうのかな。孤独を感じないような、世界線に行くことになるし、多分ヨガをやってる人たちっていうのは割とそれに触れてるっていうか近いところにいるんじゃないかなってことも最近考えているんですよ。これはなんて言うんだろう、みんなで一緒に練習、もう世界中で同じ練習をしている仲間がいるから孤独じゃないっていう側面が一つと、あるいは自分は、この地球に存在する一部であって、心と体っていうのは純粋意識からただ見ている借り物、入れ物の自分であるので、孤独っていうもの自体がそもそも存在しない。で、これはもうすべて、だから地球の環境の一部であるっていうこと。植物とか空気とか海とか空とか花とか土とか雨とか。そういうものの一部であるから、それを自覚することができれば、その孤独さみたいなものは解けるってことなんですよね、すべて。うん、これちょっとあまり話しすぎると危ない方向に行くので、これくらいにしたいと思うんですけど、まあ、いわゆるヨガのコミュニティっていうところは、一緒に練習しているっていう側面と、哲学的な孤独に対する考え方みたいなものがあるっていうことです。うん。だからそういう意味では、ヨガの活動っていうのもものすごくそれに役立っていると思う。で、あとランニングとかもやってますけど、まあランニングにもランニングコミュニティがあったりとか、あとハイキングですよね。山登ってる方、ハイキングコミュニティ。で、僕もまあ、たまに登る人なので、だから結構、リアルでもね、この間も山登ってる人とね、いろいろ、初めて会って、まあ僕の視聴者の方だったんですけど、声かけていただいて、で、いろいろその山の話させてもらったんですけど、なんかそういう自分がやっていることを軸にして、つながる関係性っていうのがあるし、で、それもやっぱり、うん、一つのコミュニティであるし、だからなんかやってることが、結局自分の活動が自分を孤独にさせないようなものにつながっていくっていう、そんな感じにもなっていると。だからやっぱりすべてをどんどん削ぎ落としていくんじゃなくて、やっぱり自分の活動とか、そういうやりたいこととかを増やしていくっていうのは、結構孤独に対する考え方を変えるし、で、まあ孤独に対応するっていうのかな。なんかそういう力みたいなものにもなり得るのかなっ
って考えていたりとかしますね。よくなんか科学的な文脈で言われるのがさ、ほら、タバコとかお酒とか体に悪いものってむちゃくちゃありますけど、でも、孤独であるってことは、それよりもリスクが高いとかってよく言いますよね。で、もう本当に高齢化社会で今3人に1人が60歳以上とか、で、これからどんどんその割合がね、高まっていくわけですけど、だからよくね、一人で老人が、こうね、行っちゃったみたいな話とかよくありますけどね。で、私も一言じゃないと思っていて、このホワイトボックスでね、静かに孤独にね、こう、違う世界に行く可能性もあるんですよね。それは十分。だからなんかそういう風な、遠いところにないっていうのか、やっぱ自分が孤独と近いところに結構あるなって思って。で、今回はちょっとそういう話をしてみました。で、なんか、その都会であればあるほど、その孤独さが、誇張されるっていうところはあると思います。で、自分ももう最近はなんか場所に縛られないような、働き方になってきてるんで、東京じゃなくていいかなって思ってはいるんですよ。で、もしこのチャンネル見てくださってる方で、そのなんか、個人事業主とか、なんかフリーランスとかクリエイターが働きやすい場所、いくつか多分いろいろあると思うんですけどね。世界中だとね、いろんな場所にその、ノマド的な人が集まるような街とか、地域っていうのはたくさんあるし。ただ日本でも、なんか、今ここが暑いですよとか、もしね、そこで、なんか個人で活動していて、なんかいろんなコミュニティと関わりながら、面白い場所にいる人とか、そのなんか、個人に向けた、個人が住みやすいっていうのかな。なんかそういう街があったら教えてください。はい。で、ちょっとそういうところにね、旅しに行きたいと思います。で、いろいろ見ながら、なんか面白い場所っていうのをね、どんどん増やしていきたいなと思ってるので、あなたの街にお邪魔しますみたいな。時丸田中が、そういう企画ものにもちょっとできたらなとか思ってますね。そう簡単じゃないですけど、多分ぼんやり考えてます。あなたの街にお邪魔しますって。はい。そんな感じで今日は孤独について考えてきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ご意見ご感想書き込んでください。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。